以上の方に影響を与えてきました。また、世界的な作家・講演家の集まりでもある TLC のメンバーでもあり、世界で最も歴史のある人道主義団体、西洋派騎士団でナイトの称号も授与されております。今日はどんなお話を聞かせてくださるのか本当に楽しみですね。ブレインさんにご登場いただく前に、まずは本田健の登場です。大きな拍手お願いいたします。はい、午前中夢を叶えるって話を、しましたけど、僕の夢って本当にありがたいことに、思った瞬間からある程度の時間差を経て叶うことが多いんですけど、いつかな、去年だったかな、 TLC の時に日本に来てるんだったらぜひ僕の、セミナーをよくやってるので来てくださいよっていうふうに言ったら OK っていうふうに言ってくださって、そこからですねこの、セミナーが、実現したわけです。で年に、1回2回こちらで、企業研修で、ね、いらっしゃってるんですけど、その今調整していただきまして、この今日の、セミナー実現ということになったわけです。TLC の中にはいろんな人たちがいるんですけど、中でも、ブレインさんはすごい優しい、もう笑顔がね本当になんかこうハートが溶かされるようなそういう感じの人なので、ぜひ皆さん、溶かされていただきたいと、いうふうに思います。で、彼がですね日本に来てこうやって時間を取ってくださるので、私たちも最大限の敬意をぜひ表したいと思います。なので皆さんご協力いただいて、ちょっとその場で立っていただきまして、彼を、最大限の、ウェルカムでお呼びしようじゃないですか。では皆さん、ご紹介します。ブレイン・バトレットさんです。拍手お願いします。よろしくお願いします。よろしくね。はい、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。元気ですか？素晴らしい、素晴らしい。座ってください。Wow. Wonderful introduction. 素晴らしいご紹介をいただきました。 Wonderful introduction. 素晴らしい Ken has 紹 told me 介 a でし lot た。 about what you have been doing on here. Ken さんの I 方 wish か I'd been ら here for the early morning lecture. 午前中私も伺えればよかったんですけれども、これまでケンさんの方からどのようなお話を皆さん午前中されていたかたくさん伺ってきました。 Isn't he wonderful? 素晴らしいですよね、ケンさん。 So, what if I told you, we'll just start with this. ここからスタートいたしましょう。もし私がこのように言ったらどうでしょうか。 What if I told you こういうふうに言ったら、 that the way that business is conducted on this planet today is killing the planet? この地球上でビジネスが行われているその方法というものが地球自身というもの、地球自体を殺しているというふうに言ったらどうでしょうか。 And what if I told you that if business doesn't take responsibility for the whole, ビジネスというも we の are が all doomed? 全体性というものに対して責任を担わなければ私たちは滅びてしまうというふうに申し上げたらどうでしょうか。 And what I mean by that is どういう意味かというと、 business acting as if the future was its business. あたかもこのビジネスの中で未来というものがその中心的な課題であるというような振る舞いをしているということです。あたかも。 That's a big swallow. That's a big assumption. これはとても大きな前提ですね。 I also could tell you that there is a business model, there's a paradigm emerging that answers the question, how do we do that? そしてこのやり方、どのようにやれるか、その答えとなる新たなビジネスのパラダイムがあるということもお伝えできるわけです。 And that's what I want to talk about today. そして今日私がお話し申し上げたいのはそのことなんです。 What I don't want to talk about is how horrible it is. お話ししたくないのはそれがいかに悲惨なことであるかということはお話したくないんです。 What I do want to explore
is what do we do and what's the good news? 私たちはどういうことをやるのか、そしてその中で良きこと、善とは何なのかということを探求していきたいわけです。The one thing I know about life 人生、生命ということについて私が知っている一つ、こういうことがあります。is that it seeks expression, it seeks to grow. それは成長と表現を模索するということなんです。And that's one of the things that I want to look at. そしてこれを今日見ていきたい中の一つとして探求していきたいわけです。What's truly valuable in the world is oftentimes invisible. 世界の中で真に価値があるものというのは目に見えないものであるということがよくあるんです。透明です。But we are so busy oftentimes with our heads down in the business that we can't see what's out here. 私たちはそのビジネス事業の中に埋没してしまっているので、その外に何があるかということを見て取れないということがよくあります。I've titled this talk Business as a Spiritual Discipline. 精神的なスピリチュアルな鍛錬としてのビジネスという題を今日つけました。Okay? And I mean that in a very literal sense. そしてこれはまさに文字通りの意味なんです。I'm going to just put a couple of pieces in place here. そしていくつか事柄をここで設定させていただきたいんです。First of all, business is the most pervasive force on the planet today. まず第一にビジネスというものが、事業というものが今日の地球において最も勢力を持っているものなんです。There is nothing that escapes the touch of business's activities. ビジネスのその活動という中にそこに関わっていない、従事していないものというのは何もありません。Nothing. 全くないんです。The Mariana Trench, the deepest spot on the planet, has got plastic in it. 地球の中でも最も深い場所にも例えばプラスチックは存在します。Okay? So business touches everything. ですのでビジネス事業というのは全てのことに触れるんです。Spiritual discipline. そしてスピリチュアルな精神的な鍛錬です。I look at business as kind of a dojo. 私にとってビジネスというのはある種の道場のようなものなんです。A place of practice. 何かを練習したり実践する場です。Yeah. And because we all are touched by and actually participate in business, it's a dojo that everybody has access to. 全員がアクセスすることができる道場のようなものなわけです。なぜなら私たちは全員がそれにアクセスして触れることができるからです。Whether I'm a business leader, それがビジネスリーダーだったとしても、 an employee, または従業員という立場でも、 or a consumer, または消費者としてもです。 I have access to the business dojo. 立場であれ、このビジネス道場にアクセスすることができるからです。And when I was actually in the dojo practicing Aikido, 実際に合気道道場で練習していた時のことです。I lived here for about 5 years and I lived up in Nakauchiai. 日本でですけれども5年ぐらい中落合で住んでいた時があったんです。 And there was a dojo that I would go to every day. 毎日道場に通っていました。 And my sensei, he talked to me about one concept that I still remember. そしてその時先生が教えてくださったコンセプト概念、今でも覚えているものが一つあるんです。 The concept of Bodhimanda, ブダマンダのコンセプトです。 a place of awakening. 覚醒の場です。 He said, you'll be here to practice, but if you're really paying attention, you'll wake up. あなたは練習をするためにここにいるんだけれども、本当にそれを実践することによってあなたは覚醒します、目覚めますと言われたんです。 There's a spiritual component, and I don't mean religious. I mean there's a life connection, there's a life component ここに to は the practice of 生命 Aikido. 人生の要素というものが合気道の中にあるんです。スピリチュアルと申し上げていますけれども、これは宗教ということではありません。 And to the practice of business. そしてまたこれはビジネスの実践ということにもなるわけです。 It can be a place of awakening. そのビジネスの実践というのは覚醒の場にもなりうるということです。 So that's one of the things I want to explore with you today. ですのでこのことについても今日皆さんと探求していきたいんです。 Because when it happens, なぜならばどういうことが起きるかというと、 amazing miracles begin to occur. 驚嘆すべき奇跡が起こり始めるからです。 Spiritual discipline
精神的な鍛錬です。 Discipline's an interesting word. 英語でディシプリン、鍛錬または規律というのは面白い言葉です。Yeah, it oftentimes gets described as rigor, よ as く rigid. とても凝り固まったもの、厳しいものというふうに説明されることがよくあります。And just a way to illustrate this. これを説明させていただきたいんですが、 I grew up on a farm, 私は牧場で育ちました。 and I'll just use the farm as kind of a way to describe something. 何かですので、何かを説明するとき、牧場や農場という例えを使うわけです。 The farmer gets up in the morning and he's got his chores to do. 農夫は朝起きてやることがあります。仕 One 事 of が them あ is りま to す。 gather the eggs. その中の一つで卵を集めるということがあるわ So けです。 gets up and he starts to walk out. 朝起きて外に出ていきますね。 And as he's walking towards the barn, そして納屋の方に歩いていきます。 he notices that there's a gap in the fence. このフェンスのところに少しギャップ、狭間があるのに気づくんです。 And he says, I'd better get that fixed. あれ直さなきゃと思います。 So he moves towards the tool shed, not to the barn, but he moves over towards the tool shed. そのように思ったので、納屋の方ではなく道具が収められている場所の方へ移行していきます。 And as he's walking towards the tool shed, he looks up at the barn and he sees that the hay has gotten scattered around. そしてそちらの方に向かっていって歩いてふっと上の方を見てみると、芝があるのが牧草が重なって積み重ねられているのを目にします。 So he says, I've got to get that straightened out because the cows are not going to be happy about this. So he makes another detour to go get a pitchfork. 牛がこの状態では満足しないから、あれも調整しなきゃ直さなきゃと思ってその道具を取りに行くわけです。 And by the time this has happened, he's forgotten what he set out to do. And he's not, the eggs aren't getting collected. それをやる頃には、そもそも自分が何をするために卵を取りに行くということを忘れてしまっているわけです。 He's being very spontaneous. とても自然に自発的な状態にいます。 That. あれだ、こっちだ。 Discipline allows for spontaneity to be creative and productive. 鍛錬というのは、この自発性というものを同時にまたクリエイティブで生産的なものにしてくれるもの、それが鍛錬なんです。 Without discipline, there is no productivity. 鍛錬がなければ生産性はありません。 So when we're looking at spiritual discipline, there ですので、 is a way to do this that is very productive. 精神的なスピリチュアルな鍛錬ということを見ていくわけですけれども、これを非常に生産的にやる、生産的にする方法というものがあるわけです。 And that's what I want to look at here is as a consumer, as a business owner, as a business leader, as a business participant. 消費者としてま What た can I do? 経営者として、そしてまた従業員として、そして参加者として、ここで私ができることは何なのか、ビジネスに従事するものとして。 So I want to show you a slide real quickly here. スライドを手短にご紹介したく思います。 And I apologize, this is all in English. 訳がついていません。申し訳ございません。 The words aren't important, it's the graph that's important. でも大切なのは書かれている言葉ではなく、このグラフの方なんです。 What we're looking at here is you go back to 1970s, 1970年代まで遡るわけです。 almost 50 years ago, 48 years thereabouts. 50年、48年ぐらい前です The ね。 amount of resources that were consumed by people on this planet この地球上の人々により消費されていたリソース資源、 equaled about what the earth could replenish in a year. 1年間で消費した分を再び補えるぐらいの分を消費していたわけです。 And in the late 60s, the mid to late 60s is when business started doing some very, very interesting things. 60年代半ばから後半において、ビジネスがとても興味深いことをやり始めたんです。 It started moving away from what I think is its true purpose. 私がそもそもビジネスの真の目的であると考えるところから離れ始めていったんです。 And it started doing some stuff that has really resulted in some very disastrous outcomes. そしてとても悲惨なアウトカム、結果をもたらすことになるようなことをやり始めたんです、ビジネス。 Today, 2019, 今日2019年です。 it will take 1.75 Earths
to replenish what we're using today. 地球の1.75分がなければ今消費しているものを取り戻すことができない。 The 満たす earth こと can't ができない replenish。the resources required to continue doing what we do 私たちが as a species, 主として、 yeah, let alone as a business. 主として、そしてまた経営者、人間として私たちが消費しているものを取り戻すことができないでいる。 And it's been a steady trend. そしてこのように徐々に段階的に上昇しているわけです。 So, what's happened? では何が起こったんでしょう。 This can't continue, obviously. これがこのように継続できないということは明白です。 Okay? Forget about global warming for a minute, 地球の温暖化のことは今忘れたとしても、 which is hard to do when you're sweating. でも汗かいていると忘れるということはなかなかできませんね。 But just think about just the use of resources. でもそのことではなく、今はリソース資源の用途について考えていただきたいんで Where are す。 we going to get them? どこから if we keep consuming them? 私たちはそれを得ることができるんでしょうか。私たちが消費し続けていれば。 What happened was a shift in consciousness. 何が起こったかというと、意識がシフトしたんです。 That's what happened, was a shift in consciousness. 意識上にシフトが起こったんです。 We started thinking differently. 考え方が変わり始めたんです。 And there's some very interesting things that occur with this. You know, consciousness and awareness kind of go hand in hand. And I want to talk about this. 意識と気づきというのは対になっていますので、そのことについてもお話をさせていただきたいんです。 So, in the time that I have with you, I'm going to break this into a couple of different segments. 今日いただいている時間をいくつかのセグメント、セクションに分けさせていただきます。 The first piece, and this is what we're doing right now, is just kind of an overview of what's so. What are we doing? 最初のピースというのは概要ということですね。まさに今お話していることなんですけれども、まずどういうことが起こっているのか、どういう状態であるかということについてです。 And then the last portion of it, actually the biggest portion, is going to be what do we do about it? そして最後のセクション、そこが一番大きなところなわけですけれども、ではそのことについて私たちは何をするのかというのが最後のセクションです。 And hopefully, the what do we do about it isn't, oh my God, what are we going to do about it? これをどうすればいいんだろうかというふうに思うのではなく、 It's going to be, what do we get to do? 願わくば There's some cool stuff here. どういうことが私たちできるのか、ここには素敵なクールなことがある、じゃあこういうこと、どういうことができるのかというふうに考えることができればと願っております。 The spirit is what I want to speak to because a spirit is where living occurs. スピリット Aliveness というの appears. は活気、生き生きとしたこと、そして生活、生命が宿っていますので、スピリットのことについて私はお話をしたいんです。 My last book was called Compassionate Capitalism: A Journey to the Soul of Business. 私が最後に書かせていただいた本ですけれども、これは思いやりの資本主義、ソウル・オブ・ビジネスへの旅路という副題がついてい And ま it's す。 how do we connect to the spirit スピリ that ット brings と life to everything that we do. 私たちがやっているすべてのことに生命をもたらすスピリットとつながらなければ So, ということです。 the overview. 概要です。 Here's a question that I have for you. これが皆さんにしたい質問なんです。 Participation. Yeah. What is an organization? We'll just start with that as a very basic question. What is an organization? とてもベーシックな問いかけです。ここから始めましょう。組織とは何でしょうか。 What is an organization? 組 What do you 織 think? とはどのように思いますか。組織とは何でしょうか。 And you don't get to answer. 答えちゃダメですよ、あなたは。 He's been in one of my programs. He already knows the answer. もうすでにいくつかのプログラムを受講してくださっていて答えをご存知なので答えないでくださいね。What is an organization? Anybody? 組織とは何でしょう Just か。どなた 大きな声でか Loud voice. 大きな声で手早く答えてください。はい、どうぞ。People gathering together, sharing like-minded thoughts and feelings. 集まっている、そして同じ思いを共有している。 Yep. What else might an organization be? そうですね。それ以外はどうでしょうか。組織とは何ですか。はい。
Okay, so it's a minimum of 2 people. Yeah. 2人以上、最低2人が集まっている。 Smaller or bigger, but it's, okay. 規模は異なりますけれど How も about、you? システムが、うまく回っている団体 System, it's a system that's actually working, okay, in a good way, okay. うまく働いている、 So there's 回ってい dynamic, る there's a dynamism to it. Yep. ということはそこにダイナミズム、力学がある。 Typically, when I ask this question, people will say similar things. It's a group 私 of が people. この質問をすると、典型的に今答えていただいたようなお答えが返ってくるんです。 It's a group of people with similarities 類似性を持った集 that 団 are working together or interacting in such a way that there is a specific goal or objective that they're trying to achieve. 特定の達成しようと思っている目的やゴールを持った人々、類似性を持った人々が共に働いている。 Your family is an organization. 皆さんの家族も Your 組 business 織 is an ですね。 organization. そしてビジネスも組織です。 The diet is an organization. でライトもそうなんです。 Okay? Groups of people functioning together with an outcome typically in mind. 典型的にある特定のアウトカム結果、アウトカムを念頭に置いた集団、グループです。 But we can go much, much, much more fundamental. でもそれよりも私たちはもっともっともっと根本的なところに行くことができるんです。 Essentially, all an organization is a collection of people that are in relationship. 基本的に全ての組織というのは関係性を持つ人々の集合体なんです。 Now, this is important. This is actually a major piece. これは大切なところです。大きなピースなんです。 Group of people that are in relationship. 関係性を持つ人々、集団です。 Relationship with what? 関係性、何の関係性なんでしょうか。 Typically, people think about relationships with each other. 典型的に関係性と言いますと人間関係、対人関係と考えますね。それが納得のいくことですね。 That's the smallest piece. でもそれは最も小さなピース、部分なんです。 We are in relationship with everything 私たちは that the organization's about. すべての事柄と関係性を持っています。それがオーガナイゼーション、組織なんです。 You're in relationship with process, あなたは例えばプロセスと関係性を持っている、ゴールとも with values. 価値とも You're in relationship with the train that you take to get to work. 仕事に行くために利用している電車とも関係性を持っている。 You're in relationship with your chair. 椅子とも関係性を持っている。 Everything is a relationship. すべては関係性なんです。 Now, here's why this is important. なぜこれが大切かというとこういうことです。 To the degree that all of the relationships work well, the organization will probably be successful. どの程度これがすべて関係性がうまくいくかということが組織の成功にかかっているということなんです。 If any of the relationships are not working well, うまくいって then な have a い problem. 関係性が一つでもこの中であったとしたらばうまくいかないんです。 Yeah? Does that make sense? わかりますか？ Yeah? Now, I tell this story because very simple way to illustrate this. このお話をなぜするかというと、とても分かりやすい例があるわけです。 I was working with a client, ある時、あるクライエントの方とワークをしていました。 CEO, a woman that runs a yoga 女性で clothing company. CEO の方で、ヨガの衣服などを販売している会社の経営者の方でした。 Company's about 5 years old, 5年ぐらい前にできた会社で and す。 I've known her for a while. そしてその方と私、それ以上お付き合いがあったわ And け they've です。 gone from the startup, and now they're successful. スタートアップからその企業は成功しました。 Now, when they started, 最初 they に had, like many companies, no money. 会社をスタートした時、多くの会社がそうであるようにお金がなかった。 So they got secondhand furniture, secondhand desks, secondhand chairs. そこで中古の家具など椅子とか机を入手したわけです。 So I was in a meeting with her and her top executive team, その彼女とそしてトップエグゼクティブの方々と会議をしていたん and I で was す。 talking to him about this notion of relationship. そしてその場で関係性という考え方について私はお話をしました。 And one of the executives said, I hate my chair. エグゼクティブの一人の方が私は自分の椅子が嫌いなんだというふうに発言したんです。 Huh? Yeah. And the CEO went, Really?
CEO の方も本当に Yeah. と言いました。そし I've たら always hated it. It's really uncomfortable. ずっとこの椅子は嫌いだったんだ、とっても座り心地が悪いんだもんというふうに言ったんです。 And 3 or 4 other people said, yeah, me too. そしたら3、4人の方々も僕も私もというふうに言い出しました。 And so she said, go out and get new chairs. Just go get new chairs. そこで彼女はじゃあ新しい椅子を買いに行きましょう、入手しましょうというふうに言ったんです。 Well, I came back about 3 months later, そして3ヶ月後、また私はその場に戻ってきました。 had the same group together again. そしてまた同じグループと集 And when I まったん walked, です。 when I walked in the office, そしてオフィスに入っていきました。 it felt different. 違うなと感じたんです。 I mean, it just felt different. 単に More alive, more 感覚 genki. 的に違いがあった。もっと元気で生き生きとした感覚があったんです。 And I commented on that. I said, I don't know what's going on, but it's just different here. 何が起こっているかわからないけれども、これまでと違う感じがしますねというふうに私はコメントしたんです。 And the CEO said, yeah, we got new chairs. 新しい椅子を買ったのというふうに CEO は言いました。 True. And that was the 本当の話です。 only thing that had changed. そして前回と変わった唯一のことは椅子だけだったんです。 But not incidentally, the revenues had started to move. でも同時にこれは偶然ではないんですけれども、収益も上がり始めた。 They were doing exactly the same sorts of things, but the relationship had improved in a way that their attention was not focused where it didn't matter, or it wasn't focused on an area that was not productive. 全くやっていたことは変わらなかったんですけれども、その彼らが注目を向ける場所というのが非生産的な場所にはもう注目していなかったわけです。 They started feeling more alive. そしてその結果、以前よりもより生き生きとした活気を感じるようになったんです。 Relationships are everything. 関係性というのはすべてが関係性です。 Everything. すべてなんです。 Now, I'm positioning this right now because I'm going to keep coming back to this ここのとこ as I'm ろ、 talking with you. この関係性とお話については、これからも常にまたこの話題に戻っていきます。 What is, business here? I want to talk a little bit about just the nature of business because it's really fascinating to me. ビジネスの本質ということも驚嘆すべきことがありますので、ビジネスについてもお話をさせていただきます。 And I talk about this in my book. 私、これ本にも書かせていただいたことですが、 Without question, business has been the greatest value creator ever. ビジネスというのは疑いの余地なく今までの中で最大の価値をクリエイトしているものなんです。それがビジネスです。 Beginning in about 1776, right in that neighborhood, when Adam Smith published the book, The Wealth of Nations. 1760年ぐらいでしょうか、アダム・スミスが富国論という本を表しました。 Which was the first written example of an economic model. 経済モデルについて初めて表された本だったんです。 Business just took off like a rocket ship. そこからビジネスというものが非常に大きく早く成長したんです。 And when I say business, I'm talking about the value that business began to produce. ビジネスということを何を言っているかというと、ビジネスが生み出している価値ということについてお話をしているんです。 In the last roughly 300 years, 過去250 years, 約300年の間で economic value has soared from 経済的な価値というものがベースラインから飛躍しました。 We are wealthier today as a species, as humans, than we have ever been in the history of mankind, the cumulative history of mankind. 人間の種として今まで人類が始まってこれほど富にあふれている時はないわけです。 Business has been a direct contributor to freedom, freedom of movement, freedom of exploration, freedom of expression. 移動の自由、そしてまた表現、探求の自由にも最も大きく貢献しているものがビジネスなんで This す。 one's interesting. ここが面白いですね。知性の向上。 Going back to about 1770, 1770年ぐらい。 so there's data that we can actually look at. We are smarter as a species as a direct consequence of some of the stuff that business has produced. Access to food, access to health care, access to clean water. 食べ物。 It's increased our intelligence.
ですとか健康、そしてまた清潔な新鮮な水などをアクセスすることにより、私たちが飛躍することができたわけです。直接的な関係性があるわけです。As a consequence of businesses' activities going back, trade, ビジネスの活動の帰結として貿易が生まれました。 mutual benefit. そして相互利益が生まれたんです。 I won't harm my trading partner because if I harm my trading partner, it will harm me. 貿易のパートナーに害を与えてしまったらば、自分にとっても害をもたらすことになるので、相手に害を与えるということはしない。 Donald Trump notwithstanding. ドナルド・トランプもそうですね。As a consequence of that, we live today in the most peaceful time in recorded human history. その帰結として我々が記録されている人類の中でも最も平和な時代に私たちは住んでいるわけです。 There is less violence, there is less death 暴 as a 力も consequence 減っ of ています。 interstate violence. 暴 We 力 are the も most peaceful time in human history. 減っています。そして死者の数も減っているわけです。歴史の中で最も平和な時代に私たちはいるわけです。 And increased consciousness. そして意識の高まりです。 And this is the one I want to pay particular attention to. 特にここのところ私は注目していきたいんです。 One of the direct benefits of increased commerce is increased communication. 商業というものが増すことによりコミュニケーションも増加していきました。直接的な関係があるわけです。 Access to more information. より多くの情報をアクセスすることができるようになった。 The internet. インターネット。 Okay? You can find anything out in a minute. Not even a minute. You can find it out right now. 今この瞬間どんなものでもインターネット上で見つけることができる、探すことができる。 Now, information and consciousness are not necessarily synonymous, but it's how we integrate it. 情報と意識というのは必ずしも同じ意味を持っていませんが、これをどのように統合していくかということなんです。 That's what we're looking at. ここで私たちはそれを見ているわけです。 All of this is going on with business. これらすべてのことはビジネスでも起きています。 And beginning in about roughly about 1962, 63, it started to go off the rails. 1962年から63年ぐらいにその軌道から私たちは外れ始めていったんです。 And the purpose of business began to shift. そしてビジネスの目的がシフトし始めたんです。 The purpose of business began to be seen solely through the eyes of profit. ただ単に収益という観点からビジネスを見るようになり始めたんです。 Not of contribution, not of generative uplift. 貢献ということではなく、生成的に物事を上昇させる、向上させるという観点からではなくです。But profit. 収益を上げるということ。 And it was very, very slow emerging, but it has just gone crazy. とてもゆっくりとしたペースではありますけれども、とてもおかしなクレイジーな状態になっていったんです。 Now, I'm not going to spend any time denigrating that. We need to make a profit in order to stay in business, but there's a reason that I want to talk about this. ビジネスを維持していくためには収益を上げていかなければいけませんので、それを否定したり無視する必要ということはありませんけれども、 And Ken talked a little bit about this morning. ケンさんもこのことについて午前中少しお話をいただいています。 Every business すべてのビジネス、 begins with a mission. それはミッション、使命から始まります。 I want to deliver something, 私は何かを届けたい。 a product, a service that I think is going to be good for people. 製品なりサービス、人々にとって良きものだと私が考えるものを届けたい。 And if it's seen as good, if the consumer goes, yeah, this is valuable. そして消費者がこれは価値があるというふうに良きものだというふうに見てくれれば They buy it. 買ってくれるわけです。 And the business begins to succeed. そしてビジネスが成功し始めます。 So the business needs that sort of a process. ですのでビジネスというのは今申し上げたようなプロセスを必要としているんです。 The mission, そして moteki, the purpose, the mission of the business そしてビジネスのミッションと目的、 needs a business to fulfill it.
それは make it それを満たすためにビジネスを必要としているわけです。 And there's a point in every business's life cycle そしてどんなビジネスでもその周期の中でこういうポイントがあるんです。 where it moves from being a mission with a business この、ミッションを持ったビジネスというところから to becoming a business with a mission as an afterthought. ミッションというのが一番最後に置かれてしまうビジネス。 The business loses connection to its mission. つまりビジネスがミッションとのつながりを失い始めるということです。 And the result is that the decisions that are made そしてその結果、下された決断、 are made in service of the business, not in service of the mission. その決断というものがミッションに基づいたものではなく、ビジネスに基づいた決断が下されてしまうということです。 We make a decision because we think it's going to enhance our profit. 何か決断をするとき、収益に良き影響を与える、それを高める、増やすために決断を下すようになる。Not because it will support our mission. 自分のミッションを支持するため、支援するためではなくです。 Now, that's a black and white description. これは白か黒かという2つに分かれた描写ですね。 But when we reach that inflection point, when the relationship changes, 関係性が変わるとき、その地点に到達したとき、 everything else changes. それ以外のすべての事柄も変わるんです。 The purpose of business, and this is what I want to pay attention to here, ここのところを注目したいわけですけれども、ビジネスの目的とは、 the purpose of business ビジネスの目的です。 has to be, それは it has to be, if things are going to change, 何か変わるときにですけれども、変えるためには、 to uplift and improve the quality of life. 生活や生命の質を高めたり、向上するということなんです。 That is the purpose of business, これがビジネス、事業の目的です。 to uplift and improve the quality of all life on this planet. この地球上におけるすべての生命、命、生活を向上する、質を高めるということで And we す。 do it in our own unique ways. そしてこれは私たちの独自のやり方でこれを成し遂げていきます。 I've got my hairstylist. 私の髪の毛、ヘアスタイリストがいるんです。 I interviewed them for a podcast that I do. 私が行っているポッドキャストのためにインタビューを行ったことがあるんです。 And this is a very unique salon. They've got a number of different salons that are very successful. とても成功している美容室を経営されている方で、とてもユニークなヘアサロンを持っているんで And I す。 said, in the conversation, what's your business? その会話の中で、あなたのビジネス、事業は何なんですかと私は尋ねました。 And the answer was not, we cut hair, we style hair. 髪の毛を切るとか、ヘアスタイリングをするという答えではなかったんです。 Their answer was, our job, our purpose is to bring a smile to people so when they walk out, they smile at somebody else. 私たちの目的、仕事というのは、いらしたお客さんが微笑んでくれて、にっこりしてくれて、その結果、私たちの美容室から外に出たとき、また別の人に微笑みをもたらすようにすることだというふうに彼らは答えたんです。 And I went, wow, because I'd never heard them actually say it. すごいなと思いました。そういうことを実際に口に出しておっしゃっているのを聞いたことがそれまでなかったからです。 But that was my experience of them. でもまさに私はそのような経験を彼らのもとでしたわけです。 I didn't go in to get a haircut. ヘアカットのためだけに行ったんでは Now, な I い。 got my hair cut. もちろん髪の毛は切ってもらいましたけれども、 But I went in because I knew I was going to be smiling when I left. このところを出るときに自分はにっこりして出ていくということを分かっていたので、その美容室に行ってい They たわけ improved で the す。 quality of my life for that little piece of time. その短い時間ではありますけれども、その瞬間、私の生活の質を高めてくれたんです。 And I'll talk about them a little bit later here because there's some other things that they're doing that are really about this. 彼らがやっていることで、これ以外のこと関連したこともあります。そのことについてはまた後ほどお話をします。What we're looking at here is changing the nature of a story.
私たちがここで何を見ているかというと、物語の本質についてです。The story of business. ビジネスというストーリーです。The story of business. ストーリーオブビジネスです。Business has been around forever. ビジネスというのはもうずっと前から存在しているわけです。And the story, this is consciousness, the story that people hold in their mind. How I describe something. そしてストーリーというのは私たちの意識に関係していますね。私たちがどのように物事を説明するかということなんです。Determines how I feel about it. そしてそこからその説明の仕方が私たちの感じ方というものを決定づけます。And how I feel about it drives my behavior. そして私たちのその感じ方というものが私たちの振る舞いを決定づけるわけです。行動です。How many of you have had a significant relationship in your life? ご自分の人 Husband, 生 wife, girlfriend, boyfriend? ご自分の人生で大切な人間関係、パートナーシップなどを持っていらっしゃる方、経験されたことがある方、何人ぐらいいらっしゃいますか？ボーイフレンド、ガールフレンド、妻、夫。Let's see your hands. 手を挙げて見せてください。Now, let me ask this question. この質問をさせてください。 How many of you have ever tried to change your partner? そしてパートナーの方を変えようと試みた方、何人ぐらいいらっしゃいますか？ And how many of you were successful? 成功した方、何人ぐらいいらっしゃいますか？ The hands come down. 手がパッと下がりましたね。Trying to change behavior is really difficult. 行動、振る舞いを変えようと試みるのは本当に難しいです。What we want to do is change the description process, the 私た story. ちがやりたいと思っていることはそれではなくストーリー、そしてまた描写や説明のプロセスを変えていきたいわけです。 Change the story, ストーリーを変えれば the internal feeling structure changes, and the behavior changes. 内的な構造、仕組み、気持ち、感覚が変わり、そしてその結果行動や振る舞いが変わるんです。 I want to change the story of business because the behavior right now is killing us. 今この瞬間、そのビジネスの行動、振る舞いというのは私たちを死の方へ追いやってしまっています。ですので私が変えたいのはストーリーなんです。 And I've been around long enough to know that if I just start griping about the behavior, nothing will change. これまで生きてきてこの行動、振る舞いについて不平不満を言っていても何も変わらないんだということを今までの経験で分かっているからです。 We change how we think about business, things start to change. ビジネスに対する考え方を変えていけば物事が変化し始めます。 Every story has a philosophy associated to it. すべての物語、ストーリーには哲学というものが関連づけられています。 It has a psychology associated with it. そして心理学も関連しているんです。 And it has a physiology associated with it. そしてまた生理学も関連しています。 How you change a story ストーリーをどのように変えていくか、その変え方。 is to address one of these three components. この3つの要素の中の何かを注目していくということなんです。 Change the philosophy. What is business? Why do we do the purpose of 例えば business philosophically? 哲学を変えていく。目的、ビジネスの目的は何なのか、それは哲学的な事柄だからです。そこを変えていきます。 The psychology of business. I'm going to talk about this one.心理学。 Right now, it's one of separation. 心理学ということについても話したいんですけれども、分離した状態に私たちはいるわけですね。 This is the existing business model. これが既存 Business の story. 既存のビジネスの物語であるということです。既存の状態です。 There's business, ビジネス、 there's society, and then 社会。 there's the planet. そして地球です。 And there's this very tiny little place where it might interact. そしてこの3つが交流するかもしれないその場所というのはとても狭い限られた場所なんで But す。 for the most part, business does not view itself as part of the whole. でも多くの場合ビジネスというものがそれ自体を自分自身のことを全体性の一部という見方をしていないんです。 Now think about that. このことについて考えてみてください。 If I viewed myself as part of the whole, もしも私が全体性の一端だ一部であるというふうに自分自身を見ていたら my decisions and behaviors would be made in connection with what's the impact
on the whole. 私の決断や振る舞いというのは、私の決断や振る舞いが全体性にどんなインパクトを与えるかという観点から行っていくものになると思うんです。This is what I'm suggesting. ここを私は提案したいわけです。This is a different story. これは異なったストーリーです。It's a different way of thinking about what business is. ビジネスは何であるかということに対して異なった考え方なんです。It is the core driver of everything that happens. 起こっているすべての中核的な原動力となるものなんです。Everything that happens to society 社会に起こっていることすべて、 and to the planet. そして地球です。We are core as 私た business ちは owners, as business operators, 経営者と as し business て members. ビジネスのオペレーターとして構成員として私たちはその中核にいるわけです。 Now, this hair salon, ヘアサロン、美容室ですね、先ほどの。 they've got this wonderful idea about making people smile. お客さんににっこりとしてもらうという素晴らしいアイデアを持っています。 Yeah, that kind of affects society. そうすることにより社会にある種の影響を与えますね。 A little bit of a ripple effect. 少し波及効果も生まれてくる。 But they came to an awareness でも彼らは一つの気づきに到達したんです。 that was based in a very interesting fact. とても面白い事実に基づいたものでした。 The fashion industry ファッション業界、 is the number 2 polluter on the planet. 地球の中で害を及ぼす、2番目に害を及ぼす要因なんです。ファッション業界です。 It is the number 2 polluter 公害、害を及ぼす、2番目に害を及ぼすものなんです。 behind petrochemical. 石油の背後でです。 They're enormously dirty 非常に汚れている。 with the dyes, with the, I mean, just all kinds of things. 染色料ですとかさまざまな有害なものを使っている。 They said, if we are truly going to take responsibility for the planet, we have to change how we work. 彼らはこう言ったわけです。本当に真に地球に対して責任を担っていくということであれば、そのやり方、方法を変えていかなければいけない。 They were the first salon group in the Los Angeles area ロサンゼルスで最初の美容室となったんです。 to begin recycling リサイクルを始め、 their dye components, ヘアカラーのその使っている材料などをリサイクルする。 the hair that they cut, rather than throwing it away and discarding it, it becomes collectors for oil spill off. 切った紙などを捨ててしまうのではなく、石油の害を改善するための材料とする。 Instead of aluminum tubing, they're using a different kind of paper tubing. アルミニウムの道具ではなく紙製のものにする、変える。 And they charge a bit of a surcharge そして少し別途料金を請求したんです。 that I am absolutely delighted to pay. 私は本当に喜んでその料金、別途料金を払いました。 It's a hair salon. ヘアサロンなんです。 They're taking responsibility for the health of the planet. 地球の健康、健全さに対して責任を担う美容室なんです。 in their own way. 彼らなりのやり方でです。 Why? なぜでしょうか。 Because they got connected to something. なぜならば彼らは何かとつながったからです。 They got connected to something that I think is fascinating. 私がこれは素晴らしいと思うものにつながったんです。 You can't see this necessarily. はっきりとご覧いただけないかもしれませんが、 It's called Firms of Endearment. この愛すべき企業、事業、 It was written by a very good friend of mine, Raj Sisodia. 私の良き友人ラジ・シッソディアさんが書いた本なんです。 And what he got connected to and what he started paying attention to is where does love come into play in a ここの business ビジネ setting? スにおいて愛というのはどのように関係性を持つのかというところ、その部分と彼はつながったわけです。 Is love a good business proposition? とても良い良質なビジネス案というものは存在するわけです。 So he did some research, そこで彼はリサーチを行いました。 and
this is the very first set of companies that they looked at. They've expanded it significantly. 最初にまず検討したこの企業ですね。その後でさらに会社の数は増えていきましたが、 But they identified companies that they said are actually leading with love. They're leading with caring. They're leading with integrity. 愛と思いやりと誠実さを持ってリードしているいくつかの企業を特定していったわけです。 And these are the values that they identified. そして彼らが特定した価値のいくつかがここに書かれているものです。 Yeah, compassion, 慈愛、 love, 愛、 caring, 思いやる、 joy, 喜び、 authenticity. 本物、オーセンティシティ。 These companies had this as part of their core value. This is what people were asked to relate to in the company. 中核的な価値としてこれらのものを持っている会社なわけです。これらの思いを持って仕事に従事するようにというふうに従業員が求められている会社、企業だったんです。 And what he did was he compared those companies with the companies that were identified in the book it was the number one best-selling book of the 20th century, business book. Good そ to し Great. てその本と対比させるそのもう一つの本がありました。ビジネスの関連書の中でも一番というふうに言われていたものです。 And Good to Great said these are the most like these are the companies that you want to emulate. These are the ones that you want to follow. これらの会社を見ていきたい。 And so Raj said, well, let's look at the data. そしてラジさんはじゃあデータを比較してみようというふうに思ったわけです。 And they used the S&P index, which is a metric in the U.S. For economic success. Would be the simplest way of saying it. 経済的な成功の指標となっているメトリック指標を使って比較してみたわけです。 And they looked at this in a 10-year period. そして10年間においてこれを検討しました。 How did these companies do? これらの会社がどのような状態でいるか。 In a 10-year period, the S&P went up value-wise about 157%. 10年間の中でこの S&P の指標が 157% 以上上昇したわけです。 The 価 good to 値が great 上がりま companies した。 did better. より良くなった。 They actually did. 実際に改善された。 But the companies that were paying attention to these values ですけれども、これらの価値に注目していた会社というのは、 the firms of endearment, この、愛情を持った会社、企業です。 in that same period, 同じこの期間の中で、 it was crazy how much more successful び these っ companies くり were. するほど大成功を収めたんです。 And this was a traditional financial metrics. 従来の財政的な指標です。 And this data has held. そしてこのデータは役に立ちます。 Raj is coming out with a second edition of the book right now. ラジさんがこの今第2版を書いているんですが、 This data and these value sets continue to outperform the market. これらのデータ、これらの企業というのはさらに大きな成果を上げているんです。 Caring, 思いやる、 compassion, 慈愛 joy, 喜び、 love. 愛。 What kind of business values are those? これらはどのようなビジネスのバリューなんでしょうか。 They are values that are steeped in relationship. 関係性というものに深く根ざしたものなんです。価値です。 They are values that are organized around the quality of the relationship. 関係性の質というものを中心に添えて組織化されている価値なんです。 This was the book that I wrote that said, let's take the conscious awareness of that and look at how does the behavior show up. これは私が書いた本なんですけれども、意識的な気づきがどのように行動、振る舞いに現れているかということを検討した本なんです。And one of the things I paid particular attention to, and this is where we're going to be going for the rest of the day, そこの中で特に私が注目したこと、今日の残りの時間で特に注目をしていきたいところなんですけれども、 was the idea of beauty. 美、美しさという考え方です。 Beauty. 美です。 I love beautiful things. 私は美しいもの大好きです。 I do. I love beautiful things. 本当にそうなんです。美しいものは大好きです。 I love beautiful food, 美しい食べ物、 beautiful wine. 美しい美味しいワイン、 I love a beautiful sunset. 美しい日の出、夕日。 I love a beautiful room when it's set up beautifully.
美しくセッティングされたお部屋というのも大好きです。 Beauty. 美です。 Now, here's the thing about beauty. 美ということについてこういうことがあるんです。 The Greek philosopher Plato 偉大な哲学者プラトンがいました had ね。 a list of virtues, 彼はいくつかの徳というものをリスト化したんです。 and the top of his list of virtues その数ある徳の中で一番上に来る徳というのが was beauty. 美だったんです。 From his perspective, the quality of all life 彼の観点からすれば、すべての生命の質というのは needed to be organized around beauty. 美というものを中心にして組織化していく、整理していく必要があると彼は考えました。 Now, what do I mean by beauty? 美と私申し上げてますが、それはどういう意味なんでしょうか。 What did Plato mean? そしてプラトンはどういう意味でこの美という言葉を使ったんでしょうか。 It's not about looking good. これはよく見える外見上のことではないんです。 It's about something else. それ以外のものです。 And that something else その別のものとは、 is, does the spirit of the thing come through? 自分の中から生まれてくるスピリットなんです。精 Can 神 you です。 see, can you experience the spirit? 私たちはそのスピリットを見て取ることができるか、経験することができるか。 The spirit that gives life to that thing. そのものに生命を与えるスピリットです。 If you can apprehend, if you can see that spirit, そのスピリットというものを見ることができれば、理解することができれば、 beauty is present. そこには美が存在します。 This is what business needs to pay attention to. ビジネスはここに注目しなければいけないんです。 Is your business beautiful? あなたのビジネスは美しいでしょうか。 It's a different way of thinking. これは異なった考え方ですよね。 Harmony, 調和、 wa. 和です。 Harmony is the coordinated working of the powers of being, both in the individual and in the relation of the individual to the infinite from which it springs. 調和、和とはこと、それが生み出す無限の個人との関係の両方にある、そのすべての力の協調的なコーディネートされた働きなんです。 Beauty is the externalization, the expression of harmony. 美というのは調和を外在化したもの、外の世界に表現したもの、それが美なんです。 Harmony is the coordinated working of all the powers of being in the individual and in the relation of the individual to spirit. 調和ということです。それはすべてこと、それが生み出す無限の、そして個人との関係の中で協調的な働きとなるわけです。 The スピリッ spirit トとともに。 that gives it life. そこに生命を与えるのはスピリット、精神なんです。 When it's beautiful, それが美しいとき、 it is harmonious. You look at it, I mean, a sunset. 調和が取れているわけです。夕日などを見て。 Kind of, wow, すごいなと思います。 that's beauty. それが美な There's ん no です。 discord. ここのところで不一致はないわけです。 Harmony conducts us at once into the presence of spirit. この調和というものが私たちの存在を導いていきます。 When I look at a sunset, I am touched by the spirit of that sunset. 夕日を私が見るとき、そのスピリットによって私は感動します。 When I look at the Mona Lisa, and I've been to the Louvre a number of different times in Paris, 何回かですけれども、これまでパリのルーブル美術館に行ったことありますけれども、モナリザを目にするとき、 it is a tiny little painting. とっても小さな絵ですね。 It's really tiny. 本当に小さいんです。 But you look at it and you kind of go, でもそれを見ると、わおっていうふうに思うんです。 and in the Rijksmuseum in Amsterdam, そしてアムステルダムの美術館に行き、 on a different scale, Rembrandt's Night Watch, レンブラントの夜景というとても大きな絵がありますね。 enormous painting. ものすごく大きな絵です。 Wow.
There's harmony that speaks to the spirit. ここにはスピリット、精神に語りかける調和が存在するんです。My iPhone. 私の iPhone です。Wow. I have got the box from my very first iPhone that I ever bought. 一番最初に初めて iPhone を買ったとき、その iPhone が入っていた箱を今でも持っています。iPhone 1. iPhone 1です。I kept the box because it was so incredibly put together. The packaging was the promise that this package held. パッケージングそのものが素晴らしい可能性を秘めていた素晴らしいものだったからです。Beauty is the externalization of harmony. That box. 美というのは調和を外在化したもの、まさにその箱です。It is not an accident that Apple is the most valuable company on the planet today. 今日地球においてアップル社が最も価値のある会社であるということは偶然ではないんです。That is not an accident. 偶然ではありません。There is a connection to spirit スピリットとのつながりがここにはあるんです。that, as an expression in their products, their products just they delight. そしてそれが人に喜びをもたらすプロダクトとして外界に表現されているわけです。I feel more alive. 私はそれを持つことにより、より生き生きとした感覚を得る。I kind of go, hey, good job. That was a nice purchase. グッジョブだ、すごいな、いいもの買ったなという感覚を得られる。Now, I'm exaggerating a bit, but that's the idea. 少し誇張してはおりますけれども、申し上げたいのはこういうことなんです。This idea of beauty is a different story. 美というものが異なった物語であるという考え方です。How do you do it? どのように私たちはそれを異なった物語にしているのでしょうか。 You have to connect. 私たちはつながらなければいけない。Buckminster Fuller, バックミンスター・フラーです。probably the most fascinating thinker of the 20th century. 20世紀の中で Brilliant. 最もブリリアントな驚嘆すべき思想家であったでしょう。I never think about beauty when I start out. 何か問題に取り組む、始めたとき、私は美について考えるということは一度もない。But if it's not beautiful when I finish, I know something is off. でもそれをやり終えたとき、それが美しくないものであれば、どこか間違っているということがわかる。When you're looking at beauty 私たちが as a 美を business, ビジネスとしての美を見るとき、 it's the metric これは指標なん that you want で to pay す。 attention to. 注目したい指標なんです。What does it express? それは何を表現しているんでしょうか。 What does it express? 何を表現していますか。 With Apple, in my experience, 私の経験では、アップル社の場合は、 it expresses that they care about my experience. 彼らが私の経験なり体験に思いを馳せている、思いやってくれているという感覚を得ます。Remember, caring was one of the values of the firms of endearment. その愛情を持った企業という中で、思いやりというものがその価値の一つにあったということを、先ほどのスライドを思い出してください。As a leader, リーダーとして、questions that I can consider, what are my intentions in doing this? Are my intentions good? I want to bring goodness into the world. 私が検討できるものとして、意図として、これは良いものなのか、私が伝えるものは善なのかということがあります。I'm not bringing a product or a service into the world. I'm bringing goodness into the 私 world. はこの世界にプロダクトやサービスをもたらしているのではなく、良きもの、善をもたらしているんだ。What form does it take? そしてそれはどのような形態なのだろうか、形なのだろうか。 What's the most beautiful way that we can express this? それを表現することができる最も美しい形、形態とは何なんだろうか、どんなものだろうか。 These are different kinds of questions. これらはいくつかの異なった問いかけです。 Wherever we find beauty, and this is really the power of this. ここのところ、本当にパワー、力が込められているところですけれども、私たちが美を感じる、見出すその場所では、When you find beauty,
美を私たちが見つけ there た is an 時、 enormous reserve of power. そこには莫大な余力、力が蓄積されているんです。Apple is it's the most successful company that's ever been. アップルというのは Power is in that. 最も成功した会社ですね。会社の中には力が、パワーが込められている。 Mona Lisa モナリサ、 has been beautiful for centuries. もう何世紀にもわたって美しい絵画としてあるわけです。 I never get tired of a sunset. 夕日を見て飽きるということはありません。 Beauty. 美です。 Beauty. 美 You な know, んです。 Ken and I were talking before I came out. 私がここに出てくる前にケンさんとお話をしていました。 And we were talking about the clients that I work with. 私がワークしたことがあるクライアントの話をしていたんです。 My oldest client has been with me for 32 years. 私の最も古いクライアントの方はもう32年間もずっと一緒に仕事をしています。 That's crazy. これはクレイジーなことです。 Yeah, in the consulting world, that doesn't happen. コンサルティングの世界ではこういうことは起こらないんです。 The average length of my client engagement is a decade, 10 years. 平均的な私がクライアントとエンゲージする、関与する期間というのは何十年にもわたるわけです。10年、数十年にわたっています。 And I'll brag a little bit. そしてこのことに関して誇りを持って、 It's because I pay attention to the beauty of the relationship. なぜそのようになるかというと、関係性の美というものに私が注目しているからです。 Do I bring value? Absolutely. I wouldn't be with them if I didn't. 私が価値をもたらすのか、それは絶対的にイエスです。私が価値をもたらすものでなければその場にいないからです。 But the way I work is beautiful. でも私の働き方、仕事の仕方というものは美しい。 It's with that in mind. そのようなことを念頭に置きながらやっているわけです。 And there's power behind that. そしてその背後には力、パワーがあるんです。 Turn to a neighbor right now 今、お隣の方と向き合ってください。 and tell them what you just heard me tell you. そして今私がお話したことをご自分で聞き取ったことをお隣の方に話していただきたいんです。 Tell them what you just heard me tell you about beauty. 美、美しさということについて私お話ししましたけれども、その聞いた事柄をお隣の方に話してあげていただきたいんです。はい、美についてどうぞ。Good job. Yeah. Hi, 時間です。ありがとうございます。Give me a hand. Yeah, good job. Now, how many of you found your partner did a pretty good job of explaining that? ではパートナーがうまく説明してくれたなと感じた方、どれくらいいらっしゃいますか？素晴らしい。ありがとう。Now, I want to move this a little bit faster and a little bit deeper. これをもうちょっと We've got kind of 早く深くさらに進めていきたいんです。 the foundation in place here. この土台を設定したいからです。 So, what we're looking at is beauty. 今 But ここ more で importantly, 見ているのは美ですけれども、それ以上に大切なこととは we're looking at the expression of spirit. スピリットの現れ、表現というものを見ているわけです。 Now, how do I define spirit? ではスピリット、精神を私はどのように定義づけているかというと、 It's that thing that gives form. 形、物事に形、形態を与えるものなんです。 Probably the easiest way to describe it. これが最も簡単な説明の仕方かと思います。 Okay? And in the expression of form, there's movement, there's aliveness. 形を表現する、そこの中で動きや光というものが存在しますね。 This wall, 壁です。 this wall 壁で is す。 alive. 生きているんです。 How do I know it's alive? Because it moves. なぜ知っているかというと、それが生きていると知っているかというと、動くからです。 Now, it doesn't look like it's moving, 動いているようには見えませんけど、 but it's moving. でも動いていますよ。 You start getting microscopic, you start looking at it smaller and smaller and smaller, どんどん細かく見ていくと、 and that thing is vibrating like crazy. ものすごく振動しているんです。 I mean, it's really moving fast. 本当に早く動いています。
At the quantum level, there is a ton of movement, a lot of energy 量子レベルにおいては that is going た on. くさんの動きとエネルギーが存在します。 When we're looking at spirit, そしてスピリットを見るとき、 for our purposes in this conversation, この会話の目的に沿って見ていきましょ I'm going to break it into a couple of different discrete pieces. う。いくつかのピースに分けていきましょう。 Spirit, スピリット、スピリチュアル、 there's the intellect, そして知性もあります。 my thinking, but I'm also going to include some of my emotional state. How I think determines how I feel, that sort of stuff. 思考ということもありますけれども、感じ方というものも関連しています。 And then there's the physical, そして肉体というのもあります。 okay? My body, 体ですね。 the table, テーブルとか、 yeah? That sort of a thing. このようなものですね。 Spirit is present at every level. スピリットというのはありとあらゆるレベルに存在します。 Every level is connected to the one above and below. すべてのレベルがその上と下のものとつながっているんです。 This podium has こ a の spiritual 壇上 component があり to ま it. すね。これもスピリチュアルな要素を兼ね備えています。 Now, another way of looking at this, もう一つの見方 very がある quickly ん here, で just す to。illustrate, 簡単に見ていきましょ here is a glass of water. う。ここにコップがありますね。水が入っています。 Glass of water. 水が入っています。 I apply heat, 私はそこに熱を加える。 and that water begins to turn to steam. するとこれが蒸気になる。 If the heat continues to be applied, 熱をずっ that と water vapor moves into the ether and it's invisible. 加え続けていくと、その蒸気がエーテルとなって透明になる、見えなくなる。 It breaks down into hydrogen and oxygen. この分子に分かれるわけです。 And I can reverse the process. そしてこれを逆の方に持っていくこともできますよ。 I can bring it out of the ether. This is how rain falls. 水分と酸素が今度は逆にエーテルから蒸気 And に I な can って fill the glass back up. Condensation. 雨となって、そしてまたコップに満たされる。 But it's still H2O. It's で still も water これでもこの段階でも水なわけです。 in different phase states. 異なった段階ではありますけれども、 Different phase states. 異なった段階です。でも水なんです。 Now, apply this to the human being. これを人間に当てはめていきますと、 We've got spirit. We've スピ got our リッ intellect. トがあります。そして And we've 知 got our 性、 physical self. そしてまた肉体があります。 And I want to focus here on the intellect. The ここでは emotional body, that sort of thing. 感 These 情という little こと、そして balloons up here, these little clouds, 知性ですね。愛と書いてありますが、知性のところに焦点を当てたいんです。 these are thought clouds, thoughts. これはいくつかの思考です。考え。これが雲のようになっています。 There are studies that say that the average person こういう研究があるんです。平均的な人間というのは、 has about 85,000 thoughts a day. 1日において8万5千ぐらいの思考がある。 Our minds are always chattering to us. 私たちのマインドというのは常に私たちに語りかけてきています。 85,000 unique, different thoughts that just kind of, 8 it's just kind of 万 like 5千 popcorn. の異なるユニークな思考がポップコーンのように自分の中でどんどん湧き起こってくる。 Most of them we're not paying attention to, but they're there. 多くのものに対して私たちは注目していませんが存在しているんです。 And then all of a sudden, one of these little thought bubbles, そして突然この泡のような思考のいくつかが maybe it's in the shower, or maybe it's 3 o'clock in the morning, ひょっとしたらばシャワーを浴びている時とか朝の午前3時に kind of pops into your head and you go, ooh, 頭の中にパッと That's a 現 good れ one. てびっくりした、あれはいいなと思わせるものがあるかもしれない。 and you start applying some energy to it. そしてそこに Let me think about that. エネルギーを当てはめて考えてみようと You 思うわ know, けです。 this is a really good idea. これは本当に良いアイデアだ。 I think I need to do something with it. だからこれを使って何かをやる、行動に移す必要があるというふうに思い始めます。 So I move it into a physical reality. そのように思うことにより物質の世界にこれを持っていくわけです。 Spirit exists all the way here. Oops, back that up. Back up, back. 元に戻っていきますよ。 Spirit is present all the way through here, though. スピリットというのはここすべてのところにおいて存在します。
Everything that has ever been invented, everything that will ever be invented, これまで発明されたもののすべて、これから発明されるもののすべては is invented 2 times. 2回発明されるんです。 First, as a thought, まず最初に思考として生まれます。 and then into そして physical form. 次に形をなすわけです。 My iPhone has always existed. 私の iPhone は常に存在してきました。 It's always existed. ずっと存在していたんです。 Somebody then had a thought about it. Ooh, yeah, there's that thought. And then we started, that idea came into visibility. 誰かがその思考を思いついて、あっと思ってそれを目に見えるものにしたわけです。形を生み出したわけです。 It's in spirit. これはスピリットの領域にあるものです。 For human beings and for businesses, 人間にとって、そしてビジネスにとって、 spirit and imagination are almost interchangeable. スピリットと想像力、イマジネーションというものはほとんど同じようなものなんです。 Imagination is my gateway 想像 into 力 spirit. というのが私をスピリットの世界へと入れてくれる扉のようなゲートウェイなんです。 Little quick, very simple way of illustrating this again. Everything is frequency. 身 Everything is 近に vibration. 説明しましょう。すべては波動であり、周波数なんです。 Everything is vibration. すべてはバイブレーションです。 And it moves from a wave function into a そ particle してこ function. れは波動から粒子、分子への機能と Okay, this is 移 the 行してい quantum, きます。 this is the quantum これ physics が definition of what goes on with reality. 量子物理学的な現実の定義づけなんです。 Okay? Now, a couple of things here. Nikola Tesla, いくつかご紹介しましょう。ニコラ・テスラです。 you want to understand the nature of the world and nature of reality, think in terms of energy and frequency. 宇宙のそして現実について理解したければエネルギーや周波振動の観点から考えなさい。 There is no such thing as matter, there is only energy. そしてここにあるのはエネルギーだけである。物質はない。 That has been so slowed vibrationally as to be visible to the senses. とてもゆっくりとした遅い波動であったので感覚として感知していなかったものです。 Where we're going to go with this is taking a look at it from a perspective of business. そしてこれをビジネスの観点から一緒にこれから見ていくわけです。 Every business will work at these primary levels. すべてのビジネスというのはこの3つの主要なレベルから機能していきます。 And 働き then ます。 not move beyond it. そしてそこから先に行くということはないんです。 Vision is the why we do what we do. ビジョンというのは理由ということですね。なぜ私たちがこれをやるのか、やっているのか。 Strategy is the what path is going to be the best way to get there. そして戦略というのは何をということで、そこに行くための最も最良な道はどれなのか。 And then tactics is the how, it's the execution. そして方策というのは実施する。どのようにということなんで、どのように実施していくのか。 When you start approaching business as a spiritual discipline, スピリチュアルな精神的な鍛錬としてビジネス事業にアプローチすることによって、 what it means is that you want to be able to have yourself and your people access the spirit that gives it life, the spirit that gives it creativity, the つま spirit り that brings it into beauty. 自分自身もそして他者も従業員の方々もそれぞれが生き生きとした生命にあふれるような、そこに生命を与えられるようなスピリットを得たいわけです。それを持って従事していきたいわけです。 So you want to look at where aliveness actually lives. そしてここのところで活気、生命力というものが宿っています。 And it happens when awareness starts to be made visible. そしてそれは気づきというものが目に見える形になって起こるところで起こってきます。 Awareness of what? We're going to look at that. そしてこの言葉は何でしょうか。どういう意味を持っているんでしょうか。 Awareness of paradigms. この気づき、 Belief パラダイムの気づき、ビリーフシステム、信念体系または関連体系です。 And aliveness is where spirit actually gives you a lot of leverage. そしてここの生き生きとしたレベルで精神というものが宿っているわけです。 When we come back from the break,
休憩の後で戻ってくるとき、 we're going to look at this level このレベルを見ていきましょう。 and we're going to start getting pretty pragmatic and pretty discreet about how you use this. はっきりとした形で、そして実際的なプラグマティックな形でこの用途を見ていきましょう。 Okay? So, what are you taking? 15 minutes? Is that